どうも、スバルが大好きなゆっくりレ夢ムちゃんです。こんにちは。STI のロゴが好きすぎるゆっくりマリサだぜ。ねえねえ、マリサ。今更なんだけど、スバリストって何なの？他のメーカーだと、トヨリストとか、マツリストとか聞いたことないのよ。なかなか答えがたい問いを投げかけるなまんじゅうレ夢ムは、スバリストって言葉は、しっかりと定義されたものではないんだ。だから、意味合いは多岐にわたるが一般的に言われてるのは、スバルというブランドをこよなく愛している人のことを言うんだぜ。なるほど、他のメーカーにそんな言葉がないってことは、メーカーブランドを、こよなく愛している、ユーザーがスバルには多いってことなのね。まあそうとも言えるだろうな。当然他のメーカーにもそういう人はいるだろうが、顕著に現れてるのはスバルだから、スバリストなんて言葉が生まれたのかもな。あとは、語呂もいいしね。トヨリストやホンリスト、マツリストは言いづらいわ。日産だったら日リストになるのかしら。もしかしたら、他のメーカーはまた別の言葉があるかもだから知ってる方はぜひとも、コメントで教えていただけると嬉しいぜ。ってことは、スバル車を買う人は他のメーカーの車を購入する人と特徴が、違うのかしらね。なんかこう、独特の感性というか。あながちその考えは間違ってないんだ。統計データを見ると、スバル購入者だけ、他と違った傾向が如実に出たんだ。そしたら今回は、当てはまる、スバリストがやりがちな特徴4選ゆっくり解説、を紹介していくぜ。スバル車を持っている方は何点当てはまるかチェックしてみてくれ。当てはまる項目が多ければスバリスト度が高いってことかしらねきっと。もし、少しでも面白いと思った方、スバル好きな人はぜひ、チャンネル登録で繋がれると嬉しいわ。それでは、ゆっくりしていってね。それでは早速、スバリストがやりがちな4つの特徴を紹介していくぜ。まず今回のはデータはインテージさんのカーキットを参考にしているぞ。毎月約70万人から回答を集める、自動車に関する調査なので、結構信憑性は高いと思う。70万人も？それは確かに信憑性高いわね。そのデータから見えてくるスバリストのやりがちな特徴一つ目はこれだ。スバル購入者は燃費を気にしない。だぜ。知ってた。スバル乗りイコール燃費気にしない人ってイメージは想像通りね。まあ、それがデータからも見て取れるってことだな。その数値を見ていこう。そのデータはこれだぜ。各メーカー購入者が重視する条件という問いに対する回答になるぜ。何これ、スバル乗りは燃費気にしないってのは予想ついたけど、他のメーカーと比較すると、ダブルスコア以上の差を出してる。そうなんだぜ。あとは当然当然だが、4WD やマニュアルにこだわりを持ってる人も多いな。この数値から見てもスバル乗りが他のメーカーを使ってる人との違いがすごい。さすが、いい意味で技術者も乗り手も変態の集まりなわけね。ウプ主もだけど。それと、日産やホンダに比べ、スバルだから購入するって人が多いのも特徴だな。さすがに、天下のトヨタ様には勝てないけれど、それでも十分高い数値を維持してるわね。燃費度外視にしても、スバルという会社を愛しているユーザーが多いのがわかるな。さて、二つ目のスバリストがやりがちな特徴を紹介するぜ。それは、車を趣味だと思う人が多いことだぜ。これも知ってた。早くそのデータを見せてよマリサ。はい、それを表してるデータはこれだ。データの内容は、スバルユーザーにとって車は趣味かという問いへの回答だな。わかってたけれども、他のメーカーとここまで差が出るなんて驚きね。トヨタ、日産、ホンダがほぼ横ばいなのに対して、スバルだけ頭一つ抜き出してるな。そんだけ、車は趣味であり大事なパートナーっていう考えの人が多いのかもね。それもあるだろうし、あとはそう感じさせる車を他のメーカーより作ってるのもあるな。確かに、ウプ主の周りの人のスバル乗りもそういう傾向があるかもしれないわね。さて、三つ目のスバリストがやりがちな特徴を紹介するぜ。それは、技術力があり、個性的、信念があると思っている人が多い。ってことだぜ。また、知ってた。てか、スバル乗ってる人は大体、こんなこと思ってるでしょうに。まあ、ウプ主自体もそう思ってるからな。そんで、その時のデータがこれだ。何これ、圧倒的じゃないどんだけ独創的なのよスバルは。そうだな。特に個性的って項目では他を寄せ付けない数値だな。技術もすごいわね。この中では技術の日産ワラが一番低いけれど、1.5 倍くらい差が。やめろ。それ以上は、A ちゃんに怒られちゃうから日産の話題には触れるな。でも一点気になるところがあるのよね。多分、親しみやすい。って項目のことだろう？そう。これだけ他社と比べると圧倒的に低いのよね。この流れだと高そうなのに。まあ、色々と考察ができるとは思うが、私が考える限りだと、スバル乗り自らが、そもそも、スバル自体が親しみやすいと思ってないのかもな。
なんたって、個性的が団地なんだから、自ら親しみやすい車とは思ってないのかも。もし、他にもこんな考察ができるのではってのがあれば、ぜひコメントで教えていただけると嬉しいわ。他のを見ると、トヨタはやっぱ個性はないって印象なんだな。そもそも、個性があったらトヨタは売れないだろうしね。車に興味ない一般大衆向けが、多いだろうし販売している車自体が。それと信念がないってのは、日産がめっちゃ低かったな。まあ技術の日産笑ってのと、ゴーンさんのごたごたがあって、そう思われてるのかも。とまあ、意外と面白いデータだよな。色々と考察できて面白いぜ。ぜひ、みんなの考察も教えてほしいな。そして、いよいよ次が最後になるのね。そうだな。最後のスバリストがやりがちな特徴の紹介は、スバル乗りは栄養の話を聞かない人が多い。だぜ。驚いた。とはならないわね。ここまで来たらもう納得しちゃうわ。そうだな。今までのデータを見ても、独自の路線を貫くタイプが多いだろうから、栄養マンの話を聞いて決めるってよりは、すでに決まっていると言った方が正しいよな。とりあえずデータはこっちになるぜ。確かに栄養の話の数値が低い。ホンダもなかなかだと思うけどね。確かに、ホンダもなかなか低いな。どこか共通するところがあるのかもだぜ。他にも自動車雑誌や公式ホームページを見る率が高いのもすごいわね。多分だが、受動的な情報ではなく積極的に欲しい情報を取りに行く熱意があるユーザーが、多いんだと思うぜ。CM 等じゃなくて自分の目で見に行ったりとかな。そういう意味では、やっぱりホンダも数値が高いから、通ずるところがきっとあるのね。統計とかはないが、もしかしたらスバルとホンダの2台持ちって人も実は多いかもだぜ。どちらも技術に関しては、他のメーカーより高い印象があるしね。とまあ今回の動画、当てはまるスバリストがやりがちな特徴4選ゆっくり解説は以上になるぜ。みんなはいくつ当てはまったかしら？スバルは水平対向エンジンや 4WD 等の個性的な車作りのイメージだが、その会社自体はそれを良しとする。熱狂的なファンスバリストに支えられているってのがよくわかったと思うぜ。最近ではアイサイトの安全性を表に出して、一般層にも認知されるようになって、スバルを購入するユーザーが増えてるのも、一スバルファンとしては嬉しいわね。ただ問題なのは、以前動画でも話したが、EV 化に進むにつれてそのアイデンティティが、失われるんじゃないかってことだな。さっき見てもらったデータからもわかる通り、スバルのメーカーとしての特徴ははっきりしているから、それを EV が進むことで失われればファンが減ることに、今後の EV でいかにスバルが、スバルらしさを盛り込めるかがポイントだな。そうね。いい感じに盛り込めれば、また多くのファンを獲得できるかもしれないしね。これからもファンとして、スバルの動向を見守っていきたいと思うぜ。もし、今回の動画で気になることや考えがある人はぜひコメントしてくれると嬉しいぜ。普段は、こんな感じでスバルの車の話や雑談等々をしています。もし、スバル好きであれば、チャンネル登録って形で繋がることができると嬉しいぜ。また、動画にしてほしいリクエスト等があれば、それもコメントまでちょうだいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ここまで長時間お付き合いいただき、本当にありがとうございます。それでは最後までご視聴、ありがとうございました。